玉ねぎ、ミンチ、ネギ、人参、卵。焼き飯ってやっぱり焼かへんかったらあかんって、まあ当たり前のことなんですけど、あまりにも中に浮かしすぎて温度を下げてしまったら全然焼き飯にならないんです。仕上がり的に僕の好みはパラパラ焼き飯がいいっていう人もいるんですけど、どっちかっていうと僕しっとりした感じの米の水分を飛ばさないギリギリの感じが僕好きで、米感があるっていう、パラパラっちゃなくてな感じで意識して鍋を焼いてます。もう一個こだわりで言うと、これはチタン製の鍋なんですよ。普通中華屋さんって鉄の鍋使うんですけど、鉄の鍋よりもチタンの方が火に反応が早いんで、だから思った温度に上げたり下げたりできるんで、チタンの鍋で焼いてるっていう、そういうこだわりです。調味料は塩、味の素、醤油で胡椒。メニューができたきっかけみたいなのがあったんですか？もともとまかないで焼き飯食べるの飽きてきたねっていうことで、カレー焼き飯にしようやって言ってカレーパウダー入れたで、めっちゃ美味しいやんっていうので、じゃあこれカレーパウダーどれぐらい辛さまでいけるやろうとか言ってて、ある日いつもやったら大体このぐらいのスプーンに2杯しか入れへんのに3杯4杯5杯6杯って入れていって、6杯目ぐらいのが仕上がった時に食べたら、こんなん辛って食べられへんやんってことになって、そうや、じゃあ半熟卵焼いて乗っけたら食べれるんちゃうんって乗っけてみたら、うわこれめっちゃうまいやんってことになって、じゃあちょっと売ろうよってことになって商品になったっていうエピソードがあります。あ、そうなんですね。そうなんです。卵もやっぱり煮やしすぎると卵焼き焼き飯ってなっちゃうんで、半熟で仕上げたら混ぜながら食べたら、その混ぜた時にちょっと煮えたり硬いところがあったり柔らかいところがある卵の食感がばらつきがちょっと楽しいかなっていう、だからそういう仕上がりになるように卵を焼いてます。
人参、たけのこ、きくらげ、玉ねぎ、ネギ、キャベツ、もやし、イカ、エビ、アサリ、豚肉、かまぼこ、ナルトとちくわと。ちゃんぽんはこだわりがあって、母方の母親が佐世保が田舎やったんですよ。小さい時うちが商売してたもんですから佐世保に預けられるんですよ。もう行くたんびに長崎まで迎えに来てくれて、長崎でちゃんぽんを食べさせてくれるわけなんですよ。でそれがもう美味しくて、子供の頃に母親父親から離れる寂しさよりも長崎に行って長崎ちゃんぽんと皿うどんが食べれるのが楽しみで、それでいつの間にか大好きになって、大人になって中華屋の職人になった時にあの味食べたいなとか思った時に、もう何遍も長崎佐世保と行って探してみたんですけど見つからないわけですよ。子供のも小学生の時に食べたやつが。じゃあ自分で作ろうと思って、どうやったら作れんやろあの時の味がって言って作ったんが今味付けしてるのがこのちゃんぽんなんですけど、だから麺とかもその時の思い出でこんなんやったよなとかいうので麺屋さんに言って、こうしてほしいああしてほしいとかいう感じで試行錯誤してもう何十回も作り変えてもらって今の麺にたどり着いてるんですけど、白湯に関しても普通豚骨ベースなんですけど、うちのってチキンベースで豚骨も入ってるっていう感じで、どっちかっていうとチキン寄りの白湯になってるんですよ。で九州やったらやっぱ豚骨寄りの白湯が多分メインになってると思うんですけど、関西下にはそっちの方が合うかなと思ってそういう形でセッティングしてもらってる。なかなか多分大阪ではよそのちゃんぽんとはちょっと違う味のものが出せてるんじゃないかなと思います売っても儲からへんもんな。どっちかっていうと売れてほしくないねんな、ちゃんぽん皿うどんな利益率が低いから。でもやっぱ自分が好きなものが美味しいって思う人に来てほしいじゃないですか。自分が美味しいと思うものを同じように食べてくれて美味しい言うてくれたら嬉しいな。母親が佐世保出身で長崎で暮らしてた人やから、だからどうしてもこう九州寄りの味付けのものを食べて育ってるから、それが美味しいっていう感覚な。65度か170度ぐらいの低温で3、4分、長くて5分ぐらい揚げて、で中が煮えないギリギリぐらい、極力お肉が硬くなる前にギリギリで揚げたいっていう。40年やってても単純な作業だけに今までうわこれ最高にうまいやんっていうもんができた時って多分10回あるかなぐらいだから、多分一生自分で上手に作れるんだって思える料理人にはなれないんだろうなと思う今日はあの唐揚げが揚げれるかなぐらい、一日通して100点満点の仕事ができたことって多分今までで一回もないんちゃうかなあそこがこうやったなとか、この料理こうした方がいいなとか。結構自分にストイックですね。いや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 多分不器用なんで下手くそなんやな。これで中多分ね半熟やと思うんですよ。ほら中がピンクなの分かりますか。完全に煮えてないで、これを今このままちょっと置いて余熱で今待つんでその分こう余分な鶏から水分とかが衣とかに出るんで、今カリッとしてるけど柔らかくなっちゃうんですよ。で柔らかくなった衣が今度高温で揚げて炒めてあげることによってまたカリッとするし、でこの肉は硬くなるギリギリで揚げてるんで中はもうジューシーで外がカリカリっていう。一番人気のメニューはやっぱり唐揚げが人気ある。60年超えてるぐらいやと思うんです
ですよ。父親の代からなんで。その当時から名物やったんですか？そうですね。父親がもう唐揚げ推しな人やったんで、すごいこだわってはったんで、そのまま言ったら60年前のレシピのまんまで今でも、ほらもうさっきと全然違って煮えてるの分かります？でピンク色がないですね。もうピンクじゃないでしょうね。でこう肉汁がこうすごいジューシーにジューってすごいいい状態になってるんですよ。でこれが今全部の唐揚げがその状態なんで、次はこれお肉今調理したんで、次は衣を調理していきたいと思います。ランチで言うたら7、8割ぐらいのお客さんが唐揚げ定食多分頼みはると思います。80食90食ぐらい。うちの唐揚げって3工程で調理してて、1工程目はお肉を料理してます。ほんで2工程目が衣を料理してます。3工程目が表面を香り付けしてます。3工程に分けてるんですけど、1工程のお肉の時は低温でゆっくりと揚げていって、で中のお肉が硬くなる手前でジューシーさがなくなる前に一旦揚げてしまいます。それでちょっとのまま置いといたら鶏肉の水分とかが出てしまって衣がふにゃっと柔らかくなっちゃう。でその柔らかくなった衣を今度180度か90度ぐらいまで揚げた温度で一気に揚げて水分を飛ばしてしまって、醤油ベースの唐揚げなんで表面が醤油が焦げるじゃないですか。でその焦げた醤油の味と衣がカリッとする、水分が抜けたカリッとっていう工程で2工程目で高温で揚げます。で3工程目はごま油とネギを炒めたやつで絡めて表面にネギごま油の香りをつけますっていう形で出してるって感じです。だからあんなサクサクやったんですね。そうですね。お肉はジューシーで外がサクサクでっていう。おすすめの食べ方ってありますか？唐揚げのタレっていうのがあるんですけど、それに絡まってるネギをちょっと入れて、そしてさらにからしをちょっと溶いて食べるとなんか油淋鶏っぽい感じでまた美味しいですし。やっぱマヨネーズとかで食べても美味しいと思います。多分もう卵がほとんど見えてない状態で入れた方が多分ばらけやすいと思うし、この火力やったら。そんなに振らなくてもいいんですか？多分そんなに振らなくても火力的に振れば振るほど当然温度が下がっちゃうんで。
チタンの鍋って温度の上がり下がりがもう上げたかった瞬間に上げれるし、落としたかったらちょっと話振ったったらすぐ落ちるし、ずっと同じ自分の思った温度で焼けるんですよ。でもこれってなかなか思った温度で焼けないんで、離したら下がってまうから離されへんし、焼き入れていったらどんどん水分飛びすぎるしっていうのですごい苦戦しました。すいません、無理なご要望を答えていただき誠にありがとうございました。いやでもめっちゃ面白かったです。ね、自分のとこの店で使ってるそのままの食材でそのまま同じものを焼いたから、こんな違いが出るんだっていう僕もびっくりしました。すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。お店の歴史を教えていただけますか？お店はね、父親から聞いた話によると、もともとおじいさんが宝塚の方で屋台のラーメンを引っ張ってて、その当時の屋号が太陽軒やったらしいです。父親がいつか太陽軒っていうのをお店にしたいっていうので、中華屋さんを僕が生まれる 2,3 年前なんで60数年ぐらい前ですかねに店舗として豊中市の庄内の方で1店舗目を出したんがきっかけです。でその後に父親の兄弟がその気持ちに賛同して、うちの父親は次男なんですけど、長男三男が太陽軒で3店舗一時期やってたんですよね。僕がだいたい10代の時の後半に手伝い出して、で本格的にやりだしたのはやっぱり20代になってからですね。僕もだから職人として仕事して40年近くになるっていう40年ぐらい前にこっちに移転して。お店のコンセプトとか強みってありますか？やっぱり昔ながらの町中華、やっぱりこう町中華って僕らの子供の頃はどこの駅前に行ってもあそこ美味しいでっていう町中華がどの駅の駅前にもあったのに、今もうなんか大手チェーン店しかない中華屋さんって言ったらっていう感じになってしまって、個人店の町中華っていう文化ってなかなかこのままいったら絶滅するんじゃないかなと。できればうちも絶滅せずに頑張っていきたいなと思ってるんですけど、それをずっと続く古き良き町中華を、やっぱり懐かしい町中華をずっとその文化が続いていけばいいなと思いながら、60歳までは頑張ろうと思って頑張ってますけど300人前ぐらい1日でですか？1日で1日ですごいですね。もう休憩時間もなしにずっと上げっぱなしで、もうそれはどういうタイミングやったんですか？ちょうど年末の辺でみんな会社の集まりとかがあるっていうので、うち10人前ちょうだい、うち20人前ちょうだいとか、うち30人前作ってとかいう感じで、何時から何時まででお願いしますっていう感じで時間割を作ってでもうランチの途中もずっともう5人前ちょうだい、3人前ちょうだいと店やりながらで、最終的に300人前ぐらい売ったっていうのが最高記録ちゃいますかね。すごいですね。唐揚げ、6個入りなので、はい、1800個ぐらい作ってるんですか？あげたっていうだからもうバーナー全部火つけっぱなしやったっていうすごいエピソードですね。ありがとうございます。はい。